はい、こんにちは、カズモンです。今日はですね、こちらアクソンから出てるレボショック2、最近新色でパープルとレッドが発売されたんですけど、こちらを実際に組み立ててみて、僕のねドリフトで普段使ってる YD2 にこちらのダンパーを装着してみて走っていこうと思います。じゃあね、まずは開封していきます。はい、こちらがね説明書ですね。中にはこんな感じでね、ダンパーを組み立てるのに必要な部品が入ってます。あとはね、今回ダンパーを組み立てるのにこちら横物ダンパー用のショックキャップとショックエンド、こちらを用意しました。こちらがねないとダンパーが組み立てれません。オイルですね、ショックオイル、こちらも今回のアクソンのダンパーに合わせてアクソンのオイルを用意しました。ではね、まずこちらのステップ1って書いてあるところ、ここから組み立てていきます。ここでね、まず注意しないといけないのが、ピストンがねこれ2種類あります。こっちがフロント用のピストンで、こっちがリア用のピストンですね。シリンダーを組み立てる際にね、これオーリングを入れていくんですけど、説明書ではねオーリングに使用するオイルをなじませてくださいって書いてあって、今回僕はこの10番をダンパーに入れていこうと思うんですけど、裏技的な要素としてこちら0番ダンパーのオーリングになじませていこうと思います。で、なんでこういうことをするかというと、基本的にはね組み立てるオイルで組んでもらえばいいんですけど、0番のオイルを使用することによってよりスムーズなダンパーの動きが得られるということなので、今回はね0番のオイルをオーリングになじませて組み立てていこうと思います。よいしょよいしょよいしょ。はい、軽く揉んでねなじませます。こちらシリンダーに入れてきます。はい、じゃあ今こちら、はい、ダンパーのねシャフト通してシリンダーがねここまで完成しました。はい、この時にねこんな感じでちゃんと綺麗にスムーズに動くかどうか確認していきましょう。で、今回ね、説明書に書いてある通り標準で入ってるオーリングの方をねレボリング2で組み立てをしたんですけど、こちらのブラックオーリング、こちらもねアクソンさんから出てるオーリングなんですけど、こちらに書いてもらうと、メンテナンスサイクルが伸びるということで、オイル漏れとかちょっと気になっちゃうよっていう方がいたらこちらに書いてもらうとメンテナンスサイクルが伸ばすことができるんで、メンテナンスサイクルのことを考えるとこちらもおすすめの商品となります。あとはロットガイドも今回僕は標準で入ってるこちらの黒いロットガイドで組み立てをしてるんですけど、一応ねオプションでこういう白いローフリクションタイプのロットガイドが出てまして、こちらにするとよりスムーズな動作が得られるということです。はい、じゃあねこちらダンパーの今このロッドエンドも取り付けて、ここのねダンパーシャフトのここのロッドエンドとの長さは好みで合わせてもらえば大丈夫だと思います。よいしょ。はい、じゃあねこちらここまでね形になったんで、次にこちらのステップ2ダンパーオイルをシリンダーに入れてきますってところね、こちらに進んでいこうと思います。で、今回僕が使用するダンパーオイルなんですけど、こちらのアクソンの10番を使っていこうと思います。はい、じゃあね今こちらにねこれシリンダーにオイルを入れて、ピストンはねちょっとこんな感じで上下に動かしてもらって、この中の気泡がね抜けるのを待ちます。ちょっとこれ以上傾けるとオイルこぼれちゃうので、こんな感じで、はい
はい、じゃあね、こちら今ダンパーのこのオイルのね気泡が抜けるのにだいぶ放置して気泡が完全に抜けきったんで、次にね、じゃあこちらの説明書に書いてあるこれステップ3、ダンパーのね組み立てをやっていきます。こんな感じでピストンを押し上げて、こんな感じでね、次にこれダイヤフラムを乗っけます。こんな感じで、よいしょ、空気が入らないように、よいしょ、慎重にで軽くポーンとこんな感じで置いて、で重さでね勝手に沈んでいくんで、このまま長く放置します。よいしょ。はい、だいたい 2,3 分かな、このまま置いときます。はい、じゃあね、これダイヤフラムが沈むのを待ってる間に、こちらダンパーのトップですね、こちらをね、説明書の指示だとここに1ミリの穴を開けてくれって書いてあるんで、ピンバイスで1ミリの穴を開けて大気開放していきます。はい、じゃあね、ダイヤフラムも沈んだんで、はい、これね、ダンパーのトップを乗っけて、よいしょ、キャップをね閉めていきます。よいしょよいしょ。はい、じゃあダンパーがね完成しました。はい、じゃあね、早速車に取り付けて走行の方をしていきたいと思います。はい、じゃあダンパーが完成したんで、このレボショック2をつけて実際に走行してみたいと思います。はい、ということでね、今回はアクソンのレボショック2を実際に組み立てて走行してみました。今回はね、とりあえず説明書の指示通りに従って作ったんですけど、説明書のままでね、もうすごくスムーズにダンパーが動くんで、とても気持ちよく走ることができました。で、今回のこちらのレボショック2の詳細なんですけど、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ